日本国有鉄道史、労働運動の台頭、戦後の 2.1 レネスト前後の労働運動の話などを中心にさせていただきます。2.1 レネストの中止。戦前は認められていなかった労働者の権利が労働組合法や労働基本権を確立する労働基準法などが整備される中で、労働組合運動は急速に発展しました。昭和21年8月には、日本社会統計が中心となった都道府県単位で結集した日本労働組合総同盟と共産党が指導する21の産業別労働組合会議が発足していますが、その中でも特に目立った行動をとっていたのは、共産党が運動の中心にあった三別会議です。三別会議は民間労組の賃上げや団体協約の締結等の要求を中心とする10月闘争を行いました。この戦いでは東芝を中心として行った電産労協が電産型賃金と呼ばれる生活給を確保することに成功しています。電産型賃金の特徴は、勤続年数や家族の構成因数などから客観的指標と定め、経営者による査定を排除したこと。2、賃金総額の約 80% を生活保障給として充当し、企業の生産性に左右されない最低生活給保障。生活の安全ということですね。3として、企業の枠を超えて同一産業が労働者の生活保障を施行したこと等が特徴でした。この成功を受けて観光労組も同様の闘争を組織していくこととなりました。観光労で中心的存在だった国鉄総連合、連帝、現 JPU であるが、組織は全く別物と考えた方が良いでしょう。教職員組合等の諸組合は、連観光庁労組共同闘争委員会、以下共闘委と略すを結成しました。この時の委員長が国鉄総連合の井伊義郎でした。昭和22年年頭、吉田首相はラジオの放送で労働左派一部指導者を指して、不定の輩と発言。この発言が労働者の怒りを買うこととなり、争議は賃金闘争から政治闘争へと変容していきました。これを受けて社会党、共産党も内閣打倒の方針で組合の支援を決定。共闘委のデネスト宣言拡大共闘委員会は、昭和22年1月8日、2月1日午前0時に無期限スト突入と宣言しました。いわゆるデーナウストライキと呼ばれるもので、観光労働者260万人を含む400万人という空前の規模のストとなるはずでした。1月22日、GHQ 経済科学局、マーカット少将は、ストライキを実施しないよう警告。理由は、経済的要求ですと行うのは認めるが、政治的に結びつけることは認められず、占領目的に違反する行為であるという理由からでした。しかし、共闘委はこれを勧告程度に受け止めていたため、ストの準備を進めていきました。1月30日になって GHQ は口頭でデネストの中止命令を発しましたが、これを拒否。さらに1月31日には再び文書で中止命令が出され、井伊共闘委員長は GHQ の監視のもと、スト中止の全国放送を行い、一歩前進、二歩後退の名言を残し、ストはあっけなく中止となりました。このストの挫折は労働運動にとっても大きな転機となりましたが、これによる成果も大きいものがありました。これについては項目を改めたいと思います。ここから参考資料としてなんですけれども、21デネスト中止と共産党ということで、桜木町日記というね、本の方から、内容を抜粋したものをね、ここに書かせていただいております。当初は民主化活動の一環として静観していた GHQ 司令部ですが、21スト電野になって鉄道だけでなく、電気も止まる、水道も止まる、役所も止まれば産業者が麻痺するとして、総司令部でもこれはいけないということで、1月19日にマーカット少将が組合の代表者を呼んで、軍としてはストライキを行わないように望むとして、円滑な妥協をすること、占領下における治安を害する恐れのあるストライキは認められないと、口頭で通告します。組合側は文書で欲しいと要請しますが、マーカットは文書で残すことを拒否したため、組合側はマーカットの勧告を無視してもよい。一部の闘争委員からは、極東委員会の指令違反であるとしてスト決行を叫んだ者もいたといいます。
最終的には組合として21ストは実行するという方針が改めて確認され、結果的にマーカットの勧告は無視されることとなりました。さらに、第8軍側としては以下のような申し入れを当局側にしたそうです。ストライキの場合においても、軍の活動を阻害した者は、その占領秩序違反とみなして軍が取り締まる。それからその中には、軍に働く労働者並びに軍の使用する物資の輸送を含むということを組合側に通告するよう国鉄当局に申し入れてきた。当局としてはこうした申し入れはお互いに不明であり、GHQ の命令によりということでダイヤを確保しようとしたのです。しかし世論は険悪であり、ストが行われるのか否か見当がつかない上に、問題は政治問題へと発展していることから、次官、長官以下各局長級の幹部は連日泊まり込みで情報収集に当たることとなったそうです。特に連環厚労省の闘争本部となった国鉄本庁では、スト電夜の1月30日、31日は蜂の巣をつついたような大騒ぎとなり、組合が31日にはストダイヤを準備しているという情報が入り、慌てた某課長が組合が作ったストダイヤを使われると面目が立たないから管理者がダイヤ作成を手伝えと笑えない指令があったとかなかったとか。で、鉄道当局としても鉄道を守るという点での考え方は一致していたと言えそうです。ストが行われるのか否か、組合員の怒号と新聞写真班のフラッシュで丸の内界隈は騒然としていたそうで、共産党の暴力革命の前夜を思わせる雰囲気を醸していたとも言われています。そんな31日夜、連環校闘争委員長の井伊義郎が司令部に呼び出されて帰ってこないとして、運輸省内、当時は運輸省鉄道総局ですけども、この話題で持ちきりになっていたそうです。何かが起こる。当局も組合もそう感じたとき、ラジオが真夜中に重大放送が打つ放送。午後9時15分に以下のようにベレンスの中止を放送したそうです。ということで詳細ですね、次ページに掲載させていただきます。声が枯れてよく聞こえないかもしれないが、緊急、しかも重要ですからよく聞いてください。私は今、マッカーサー連合国軍最高司令官の命により、ラジオをもって親愛なる全国の管理、公理、教員の皆様に明日のデネスト中止をお伝えいたしますが、実に断腸の思いで組合員諸君に語ることをご了解願います。敗戦後の日本は連合国から多くの物的援助を受けていますことは、日本の労働者として感謝しています。命令では遺憾ながらやむを得ません。一歩交代、二歩前進という発言しています。なお、井伊義郎は勅令311号連合国占領軍の占領目的に有害な行為に対する処罰等に関する勅令違反として懲役2年の処罰を受けたとされています。最後までご覧いただきありがとうございました。今回は国鉄の歴史として戦後の一つの分岐点となった 2.1 ストについて書かせていただきました。それまで民主化の一環として公務員にも認められていたストライキは、昭和23年7月、マッカーサー書簡により、そのスト権が剥奪されることとなったのはご存知の通りです。今回もかなり硬派な内容ではございますが、できるだけ当時の資料、桜木町日記なども参照しながら、その記述には十分使用性を高めておいたつもりでございます。ご意見等をいただければ幸いです。